バンババンバンバンビバビバビババンババンバンバアビバノノババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンはーいバノノはーい藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間10時5分くらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに夕飯の残りのカリカリを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、白黒のくたくん、画面に収まっておりませんが、グレーのぐーちゃん、チャトラのまさるくん、白茶のゆりさん、三毛猫のたまちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところにご紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく、概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。ね、今日は鰹節出さないとあれだからと思って、ね、押し入れの中から出してきたはいいけど、それっきり袋開けてないからさ。ね、で、ちょっと時間があれだからいいや。カリカリいっぱいあるし。カリカリで騙されないかなと思ってな。ちょっと、何もトッピングせず挑戦してみたが、まあ、やや、楽しめてるからいいけどな。猫はそわそわした割には、頭の上にハテナハテナハテナっていう感じだな。まあね、食べてくれてるんで、なんとか食べきってくれると嬉しいよっていうね、感じかな。ちゅうわけで、一日一個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティース。ゆりたん、ぐたん、ジャスティース。今日も水だよ。今日もさ、お湯が余っちゃったんだけどね。昨日もお湯余っちゃったんだけどさ、今日もお湯余っちゃったんだよね。余っちゃったんだけど、やっぱりね、ちょっと暑いかなと思ったんでさ、塩入りのお湯は、どうかなと思ってね、今日も水をジャーっと入れて、準備してまいりましたという感じで、今日も浄水器の水でございます。はい。ちーたまさん、ちーたま金玉みたいになっちゃった。
すいません。てんたまさん。今夜もジャスティス。藤子さん、皆様、こんばんは。ボーソは、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。めっちゃ可愛いな。まあ、ヒーターないとあっという間に猫の姿がね、消えちゃうかなと思ったけど、意外とじわじわと楽しめててよかったよ。てんたまさん。藤子さん、今夜は、アドちゃんのような、装いで、アドちゃんってこんな感じだった。こんな感じだったっけね。もう何着ていいかわかんなかったね、今日ね。急に暑いからさ。暑いって言ってもさ、うちの中でじっとしてる分にはさ、そこまで暑くなかったりするし、あとは暑くなったりするし、なんかちょっと肌寒いかもみたいな気になって、上着着ようもんならね、あっという間に暑くなるんで、なんだ、どうすりゃいいんだ、俺は、みたいなさ、感じだったよな。なんだ、どうした？よたよた、よたよたしてるな。ニャクもどこに行っていいかわかんないのかな。その割にはこたつの中に詰まってたけど、何もかな。データもさ、こちらは T シャツでも暑いです。まあ、夏日だもんね、今日ね。予想よりもなんか暑くなったんじゃないかっていう感じよね。急にそんなにさ、暑くなってもさ、だってさ、3月はね、観測史上、ね、なんだ、記録的な寒さだとかって言ってたのにさ、今日は観測史上初の、夏日だろ？もうさ、なんだ、ギャップがひどすぎるよな。そう。で、今日はいいことがありましたよ。まあ、いつもいいことが起きてはいるんだけれども、今日はね、エアコンのリモコンな、エアコンのリモコンがさ、使えなくってさ、困ってたんだけどもさ、ね、で、暑くなっちゃったから、こりゃ参ったなと思ってたんだけどさ、途方に暮れてたわけよね。で、今日月末なんでさ、父親がね、管理費をさ、置きに来たわけよね。で、その時に、もうリモコンがさ、途方に暮れてたからさ、まあ、散らかっておいてあったわけよね。で、これどうしたんだって言うんだでさ、まあ、各学しかじかでつってさ、ね、説明してさ、で、やっぱりな、電化製品は男の人がいるとな、あっという間に解決するよな。もうなんでって感じ。なんで私がやってもこれさ、一向につかなかったのにさ、どうして他の人がやると治るのっていうのでさ、まあ、でももう、とりあえず治ったから OK っていう感じで。もう治ったからもう OK っていう感じでね。もう助かったよって感じな。もう本当女の一人暮らしはさ、無駄が多いっていうのかな。そういうのね、全く壊れちゃうともうどうにもならないんでさ、買い替えるしかないかみたいなことになっちゃうからさ。ね、男性はさ、そういうのさ、もうすぐ直せちゃうじゃんか。もうなんでもうなんでなんて感じ。だから私はさ、電化製品はさ、大概もうすぐ壊れちゃうんでさ、もう私がやるとどうせすぐ壊れるからみたいな、もうそういうね、刷り込みというか潜在意識というかさ、があるんでね、なんか壊れると、またかっていう感じになっちゃうんだけど、まあ父親の潜在意識は、そんなすぐ壊れるもんではないっていうのが、刷り込まれてるわけよね。だから、これ何年ぐらいだ、3年ぐらいかとかって言うからさ、5年ぐらい経っちゃうかなって、5年かなんて言いながらさ、まあ、リモコン直ったわけよね。でさ、なんで私も、だからさ、コンセント抜いたじゃんか。で、電池入れ替えたじゃんか。なんて言ってさ、やったんだけど、まあね、なんか、治って、なぜか。なんでなんて思いながら、とりあえず治ったからよかったよみたいなね、感じで、もやもやしてたものが今日2つほどね、解決したというか、なんかね、管理費っていうかさ、管理費今まで払って、で、集めてね、
で、それのうちの一部から時代っていうのかなを、支払ってたんだけど、で、それを今度は、各々でね、直接管理会社の方に振り込んでくれっていう風になんかなったみたいなんだけど、なんかそれについて書かれてる、なんか文章が、なんかね、理解ができなくて。なんか何が書かれてんのかわかんなくて、結局どうしたらいいわけっていうのが、なんかわかんなかったんだよね。んで、さ、もうそれと、で、エアコンのリモコン壊れてるっていうのとさ、もういろいろとまあね、ありましてね、もやもやしてるのが。まあ、それが解決して、まあ、とりあえずどうやらその時代の方は振り込んでから、で、残ったお金を管理費で支払えばいいんじゃねっていうことになって、まあ、一人の判断だとさ、どうだろうっていうふうになっちゃうんだけど、まあ、当人の親がそうやって言うんだから、じゃあそれでいいか、みたいな感じで、とりあえず解決みたいな感じになってね、今日はちょっともやもやしてたものが、2つほどなんか解決できたので、まあよかったよと。まあ私的にはとにかくリモコンが直ってよかったよっていうことがね、今日はありましたな。てんたまさん、男は電化強いですよね。そうそうそうね。だからうちのさ、今ね、掃除機も全然ダメなんだけど、おそらくあれもね、男性がいればね、直しちゃうんじゃないのかなと思うんだけど、私はなんだろう、思いつくもの全部さ、全部掃除しても全く何も変わらないんで、あ、これはダメだと思ってもう諦めてるわけよね。で、もうね、ほんと吸い込まない。ほんと吸い込まないよ。米粒一つ吸い込まないよ。これどうしようとかって思ってんだけどね。もうそれこそさ、買い替えるしかないじゃんってずっとね、もやもやしてんのよね。そんなのもありつつっていう感じでさ。そうで、もう一個その電気使わないやつね。まあ、停電になった場合にはそもそも使えないんだからと思ってさ、電気使わなくても掃除できるものっていうのでさ、まあ、コロコロをさ、買ったんだよね。床、カーペット用のやつさ、昔ながらのっていうのかな。で、それでね、仕上げっていうのかな。それがないともう全然ダメだね。掃除機吸わないからさ。だから一旦掃除機かけて、だからそのコロコロでは取れないね、小さいゴミっていうのかな。もう埃みたいなゴミは掃除機が吸えるから、それで吸って、で、仕上げコロコロすると、掃除機かけた時と同じぐらいのね、綺麗さぐらいにはなるかしらみたいな感じでさ、いたんだよね。で、そのコロコロかけた時にさ、コロコロもなんかもう取れなくなっちゃって、ああ、もうダメかと思って、これもすぐね、毛の部分っていうのかな、がダメになっちゃうんだなと思ってさ、ま、いったななんていうふうに思ってたんだね。そしたらね、そうじゃなくって、まあ、それも多少あるけどさ、そうじゃなくてね、やっぱりね、猫のね、抜け毛の季節なんだね。猫の毛でゴミのところがパンパンになってて、おおと思って、全然違うわと思って。今までのね、様子と全然違うわと思って。もう一回片っぽの部屋をね、全体コロコロしただけで、もうゴミのところの毛の詰まりがね、もうパンパンになっちゃうぐらいなんだよね。今まではめんどくさいからと思ってさ、2部屋いっぺんにやっちゃっても、そんなにならなかったのにさ、もうこんなにこんなにそっか、ちゃんと通れてたんだねっていう感じ。いや、抜け毛の季節なんだわ、これと思って。いや、抜けてんだねっていうのでね、ちょっとびっくりしたよね。てんたまさん、作り手の気持ちで解決策を考えるからですかね。ね、でもさ、ほら、思いつくことはさ、全部、ここがこうなってるわけだから、ここか、みたいなさ、
なんか原因で、見る限りでさ、自分がなんか手加えられそうなところは、こことここだよな、みたいなのはさ、判断してさ、で、あとできることっつったらさ、掃除するぐらいしかないじゃんかと思って掃除するんだけどもさ、何にも変わらないんだよね。もうさ、なんだたぬこさん、こんばんは。暴走は本日もしぶとくやっておりますよ。けんたまさん、猫ちゃんも5匹もいれば抜け毛も相当でしょう。そうなのよ。そんなんなるぐらいだからね。やっぱり5匹の効果は激しいよな。てんたまさん、たぬこさん、こんばんは。たぬこさん、てんたまさん、こんばんは。ね、今日は何のお話ししましょうか。何のお話します。暖かかったよね、そういえばね。今日は日曜日で、ね、外は暑かったみたいだもんね。今日は外はほぼ出ず、家の中でね、引きこもってなんかしてたかな。なんか今日はいろいろ作った気がするよな。なんかいろいろ作った気がする。何してたのかな。朝、どうしたんだっけ。あれよ、笠間、茨城に行ったんだけどね。に行ったお土産をコーヒーのお供に、えーっと、食べて、で、お腹空いてたんだよね。お腹空いてたから、ご飯を炊いて、で、あれだ、切り干し大根だ。ご飯炊くのにね、待ってらんねえと思って、どうしようと思ってさ、いや、切り干し大根の賞味期限切れてるのあるから、あれ煮ちゃうかと思ってさ、賞味期限じゃない、賞味期限は食べられない。切り干し大根を煮て、で、食べて、で、煮汁がもったいないなと思って、で、小松菜の、乾燥野菜があるから、まあ、それでちょっと水分吸えるかしらと思ってさ、それ入れてみたんだけど、全然水分吸えなかったんだよね。もう乾燥された小松菜は乾燥された小松菜のままさ、なんか、増えるわかめみたいに大きくなるわけじゃないんでさ、汁そのまんまだなと思って、じゃあどうしようかなと思って、卵とじみたいな感じにして、でね、炊いたご飯入れて、おじやにして、で、半分だけ食べるつもりだったんだけど、結局全部食べて、だからお腹空いてたんだろうな。相当お腹空いてたんだろうな。全部食べちゃって、食べたなと思ってな。まあ、さすがに、そんだけいっぺんに食べればお腹いっぱいになるわと思ったんだけど、結局昼頃ね、お腹が空いてしょうがないわけよね。まだまだ私はお腹が空いてるぞ。どうしたらいいんだこれと思ってね。で、また夕飯はじゃあ米炊くかとは思ったんだけど、それまでの間またね、間に合わない。間に合わないとどうしようと思ってね、いや、そうだ、パンケーキでも焼けばいいかと思って、いつも朝ね、コーヒーのお供にさ、パンケーキを焼いてたんだけど、今日はパンケーキ朝焼いてないからな。じゃあね、今焼けばいいかと思ってさ、米粉のな、米粉と、で、今日はココア入れずに、いつもココア入れて作ってたんだけど、今日ちょっとココア入れないで、米粉と砂糖と、なんだっけ、卵と混ぜ混ぜして、で、バニラエッセンス入れて、で、焼いたんだよね。それ食べて。で、ひとまず満足して。だけど、米炊いちゃったから。炊いちゃったからな。だから、食べるかせっかく炊いたしなと思ってね。で、今日はね、スーパー行ったんだよね。なんか野菜と思ってさ、昨日も野菜食べてないし、で、今日もうちに野菜ないし、なんか野菜と思ってスーパー行って、で、今日は玉ねぎが30%引きのシール貼られてたので、玉ねぎと、あとえのきが30%引きのシール貼られてたので、えのきと、あとね、納豆がね、引き割り納豆が30%引きのシール貼られてたので、それ買ってきたんだよね。買ってきたんだけど、まあ結局食べたのは納豆だけだけどね。
みたいな感じかな。どこだったっけ。こんばんは。てんたまさん、たのこさんの30日うどん生活が気になる。それは気になる。それは気になるよね。30日うどん生活は気になるよ。カニタンさん、こんばんは。ジャスティス。ありがとうございます。てんたまさん、カニタンさん、こんばんは。てんたまさん、まじまじ、そうそう、まじまじ、そういえばね、今日は、ほら、お花見弁当ね、なんだっけ、わわわさんじゃなくて、なんだっけ、出てこなくなっちゃったよ。見てたわけよね。どんなの作ってたっけと思って久々にさ、見たんだよね。なので、ちょっとまじまじが出てきた。たぬこさん、てんたまさん、わら。カニタンさん、東京に帰ってきました。無事にね。よくぞご無事でな。もうほんとさ、こんなご時世だからさ、ちゃんと帰ってこれることがありがたいなって思うよな。てんたまさん、カニタンさん、お疲れ様でした。たぬこさん、カニタンさん、お帰りなさいませ。ご主人様。カニタンさん、ありがとうございます。てんたまさん、週末滞在でしたね。週末滞在でしたね。そうだね。明日月曜日だから帰ってきたっていう感じが。なんだっけ、30日うどん。なんだっけ、あれ、出てこなくなっちゃった。出てこなくなっちゃったな。で、今日見てたのは、なんかね、大福作るとかっていうやつ見たんだな。で、ひき肉であんこ作りますっつってさ、ひき肉にな、おばあちゃんの味の素と、あと、なんか入れてた気がするけど、卵かなんか入れてたのかな。で、混ぜるんだよね。で、そんな時は、手袋してんで、なんで手袋、なんでここでは手袋するんだみたいなね、ツッコミがあってさ。で、団子にしてな。で、ロシアンなとかっていう、タイトルだったかな。ロシアンなハイボールとかって言ってたけど、ロシアンルーレットの大福のつもりだったみたいでさ。で、そのひき肉の中に、わさびをね、一本入れますとか言ってさ、入れるんだけどさ、明らかにそれだけでかいわけよ、わさびの分な。まあ、そうなるだろうなと思ってたけどさ、もうバレバレやんみたいなね、全然ロシアンルーレットじゃねえじゃんみたいなやつをさ、作って。で、電子レンジで固めますっつってレンジにかけてさ、肉をね、火通して、で、皮作りますみたいな感じでさ、その上にね、スライスチーズ乗せて、で、焼くんだよね。で、確かにその時は、おお、賢いってね、コメントでも私も思ったしさ、おお、なるほどな、賢いと思ったんだけどさ、ただまあ焼いたらね、溶けるチーズだからさ、もうすっかり溶けちゃってな。流れちゃってな。全然、思ってたのと違うっていうのでさ、確かに思ってたのと違うな、みたいな感じのがね、大福が出来上がったわけよね。で、食べます、みたいので。で、どれにしようかな、つってな。もうわかるじゃん。明らかにあれってわかるじゃん。で、最初外すんだよね。外して、で、外れとか言ってるけど、なんだ、わさび入りが当たりかよって。ね、そっちが当たりかよ、みたいなのでね。で、まあ、ネタ的にね、次行くわけよね、その大きいやつね。で、案の定わさび入ってさ、当たり、みたいな。当たりかいみたいなね。そんな動画を今日は見とりました。たぬこさん。九州の日本一甘い醤油。ね。先
鮮椒で、味付けしたうどんを食べてました。へえ。1ヶ月飽きなくて困ってました。なるほど。ハマっちゃって、ハマっちゃって1ヶ月、30日うどんだったんだ。なるほどな。すげえな。じゃあ、その醤油美味しかったってことだね。そう、なんか母親が、学生の頃、修学旅行が九州だったんだって。で、醤油は持参しろって言われたらしいんだよね。で、醤油っていうので、で、九州の醤油は甘いからね、多分口に合わないから、醤油は持ってった方がいいぞっていう話だったらしいんだけど、いや、だって言うても醤油だろみたいな感じで持ってかなかったらしいんだよね。持ってかないでいたら、まあ、本当に甘くてっていう話をね、よく聞かされたんだよね。ってことはさ、そんだけ甘いっていうことは、砂糖かなんか入ってんの？ね、純粋に普通に大豆と塩だけの醤油で、甘くなるんかい？ねえ、なんか砂糖かなんか入れてるのかね。まあ確かにあれよ、九州地方っていうのは砂糖のね、使用量が多いんだよね。だからそういう意味でいくと砂糖入ってる可能性もあるなとかって今思ったけどな。だからそれがちょうどみたらし的な感じで、ハマっちゃった感じなるほどな。ハマると結構な、そうだよね、1ヶ月ぐらいいっちゃうかもしんないね。大吉さん、藤子さん、皆様こんばんは。房総は本日もしぶとくやっておりますよ。今日は暑いから半袖で出かけて電車見てきましたね。今日は外は暑かったみたいだもんね。大吉さん。今日も花粉症ダイヤです。まあ、そうだろうな。なんかそうそう、だから今日さ、窓開けてたわけよね、うち昼間ね。そしたらさ、外でっていうか、よそのうちでね、くしゃみが止まらない人のくしゃみの音がね、聞こえてて、花粉症かな気の毒にな、みたいなね、声が聞こえておりましたね。てんたまさん、たらこさん、戦勝って初めて聞きましたよね。それって何なんだろう。その九州の甘い醤油のことを戦勝っていうのか。てんたまさん、大吉さん、こんばんは。てんたまさん、雪見大福を工夫するの。雪見大福、大工夫、大福、大工夫で、昔、リュウジさんがレシピ募集してました。へえ、募集するんだ。自分で考えるわけじゃなくてね。カニタンさん、ブドウ加糖、液糖やサッカリンが入ってますね、選手。だいぶ体に悪いな。砂糖ならまだしもな。砂糖ならまだしも、ブドウ加糖液糖とサッカリン入ってたらだいぶ、どういうことよ。昔から入ってたわけじゃないでしょ、だってね。でも昔からだって母親が学生の頃の修学旅行の時から、ね、九州の砂糖は甘いからって話だったから、だからその時のは多分砂糖だったっていうことだろうな。で、時代が移り変わり、ブドウ加糖液糖に変わったと。おそらくそんな流れだよな。てんたまさん、なるほど。戦勝は諸刃の剣ですか。でも使ってみたい。そうだね。一回その九州の醤油とやらをね、なんか味をね、見てみたい気がしたけど、まあでもブドウ加糖液糖が入ってるということは、やっぱり砂糖の甘みで甘くなってるっていうことだな。じゃあまあ、みたらし的な味っていうことなのかね。まあ確かにうどんには合うかも。うどんには合いそうな気がするよね。
そうそう。でさ、その嫁いだね、嫁に行った時のところの、その地域の食べ物なのか、そこんちの食べ物なのかわかんないんだけど、まあ、甘い味付けが多かった。甘い味付け多かったんだよね。で、うどんが好きだったんだよね。だから、まあ、甘い味付けの具の、うどんにしたら食べるかなと思ってさ、人参と油揚げだったかな。人参と油揚げを甘い味付けで煮て、で、それをうどんに乗せて出したら、それは喜んでくれたかな。みたいのがあったんでね。やっぱりうどんに甘い味付けは結構合うかもしんないっていうのがね、あるね。てんたまさん、みたらし味のうどんね、あんかけにしてない、そのサラサラの状態っていうことだよね。味的にはまあでも、みたらしっぽい感じ。だからもうよく絡めたいと思ったらね、片栗粉入れて、とろみつけてやってもいいのかもな。まあでもそもそもうどん自体があれか絡む感じだから別にしなくてもいいのかな。カニタンさん、うちの醤油もぶどう加糖液糖が入ってた。砂糖もわらわら。あ、そうなんだ。いや、砂糖も入ってるってことは、多少いいのかな。ぶどう加糖液糖だけで収まらない。あ、でも、大概そうなのかな。ぶどう加糖液糖プラス砂糖みたいな、そういう感じなのかね。最近全然、家にそういうものがほぼないから、わからないんだよな。わからないんだよな。ね、そうなんだよね。だから醤油とかさ、見てさ、ぶどう加糖液ととか書かれてた、はぁとかって思うもんな。棚に戻すみたいな。そんな感じな。てったまさん、家にある調味料って結構ぶどう加糖液と入っていますよね。だろうな。だろうな。なんか大概これどうかな、どうせ中入ってんだろうなと思ってさ、裏見るとさ、大体ブドウ加糖液と入ってるもんな。はい、みたいな感じでね、たまに戻すよね、みたいなね、感じだよな。てんたまさん、納豆についてるタレとかも、ああ、そうだね、そうだろうね。そう、だから納豆のね、ついてるタレ使わないもんねっていうね、感じ。もうね、酢醤油になれましたので、酢醤油で納豆に食っとりますよって感じ。最近時々飽きてね、醤油だけかけて食べたりとかね、もうしてるかな。あとは何の話あと何の話かね。健康系の話、今日なんかあったっけな。あ、今日はね、全然健康の話じゃない。今日全然健康な話じゃなくてね、イエス・キリストのね、びっくり話を初めて聞いたつのかな。まあ、みんなは知ってたのかもしれないけど、私全然知らなくてさ、おお、そうだったのかっていうのが、なんかね、イエス・キリストって双子だったらしいね。なんか双子だったんだってさ。で、キリストがね、死んだってことにしないと、ちょっとこの騒動は収まらないなっていうのがあって、でね、殺したってことにしなきゃならないんだけれども、まあ血が流れれば、死んだっていうことになるから、ちょっと急所は外して、致死には至らないところをなんか刺して、で、血を流したらしいんだよね。ただまあ、それで本人はね、ちょっと、なんだ、怪我でね、しばらくちょっと立ち上がれないような、ね、状態になって、で、まあ、死んだということになったんだけれども、で、双子の、弟かな弟が、なんか自殺しちゃったらしいんだよね。まあ、それが原因でだとかなんだかわかんないけど、自殺しちゃって、結局弟の方は実際に死んじゃったらしいんだよね。なので、あ、じゃあっていうことで、棺に弟を入れて、で、キリス
イエス・キリストの方は、その棺に入ってなかったわけよね。で、その棺に入った方の、遺体は、怪我してないわけじゃん。で、奇跡が起こったっつってさ、奇跡が起こった、さすがや、みたいなね、武勇伝っていうのがみたいになっちゃって、で、奇跡、ね、復活した、キリストは復活したっていうことになっちゃってるんだけど、違うよっていう、違うよ、替え玉だよって話でね、マジかっていうのがね、今日初めて聞いて、びっくりでございましたっていうね、お話でした。家にある調味料。納豆ね、そうそうそう、何でも入ってるよな。てーたまさん、そろそろ G の季節なので、対策第一弾として、猫にも安全なブラックキャップを送ろうと思うのですが、大丈夫でしょうか？そうね、はい。いただけるものでしたらいただきますよ。ブラックキャップはどこに置くといいんだろうね。なんかあれがあるとなんかいるのかと身構えちゃうな。ね、そうだから今日もさ、いろいろ作って、で、シンクの中にある程度溜まって、もう溜まったなってなったら、洗うのが趣味なわけよね。なのでさ、貯めとくんだけどさ、今までは涼しかったからまあいいんだけどさ、これからね、夏とかさ、もう今日なんかみたいなさ、あったかい時期になってくるとさ、これはちょっと、これはちょっとさ、やばそうだなと思って。今後ちょっとこのため洗い方式はね、使えねえかなってね、思ってどうしようかなっていう感じ。と、カニタンさん、タヌコさんは若いから、サッカリンとっても癌にはなりにくいでしょう、多分。サッカリンって何なんだろうな。あんまわかんないけどな。てんたまさん、G は冬の間に巣を作り、暖かくなって、大量発生します。その前にいただきます。恐ろしい。恐ろしいな。高いのはいいけども、ほんとね。で、まあ、あとは今日聞いた話じゃないけど、太陽の話な。太陽にも人住んでるんだよね。で、太陽に人住んでるってさ、なんか暑いんじゃないかっていうね、今までのさ、うちらのさ、なんだ、教育で教わってきたね、常識でいくとそうなるんだけど、太陽は別に暑くないらしいんだよね。だいたい表面に住んでるわけじゃないし、で、太陽は暑くないし、っていうのでね、人住んでるらしいよっていうね、話だよな。そうで、表面に住んでるのって地球人ぐらいなもんでさ。で、ね、地球もさ、地底に住んでる人もいてさ。で、どうやらさ、その地底に住んでる人も、悪い奴がいるらしくて、で、悪い奴は、地上送りにするらしいんだよね。で、地上送りにするぞと、それだけはやめてくれ、みたいな。なんかそんな罪らしいんだよね。ってことはよ、地表に生きてる俺らってな、罪人以下のね、扱いなのかしら、みたいなね。そんな感じ。タロットカードタイプか。はい、本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。そうだ、今日ね、質問の内容な、チップもらったことありますかをもらったことある人いるね。半分近くいるね。すげえな。すげえな。参加してる人数少ない割にはな。この質問驚くよな。結果がな、意外とな。
チップって言ったらどうだろう。外国の人にね、もらったことはないかもしれないけど、チップっていうのか、なんかわかんないけどね。お客さんにお金もらったりとか、そういうのはあるかもしれないけど、外国人の人にね、その外国の文化でさ、日本に来て、普通にチップ渡されて、いやいや、みたいな経験はないので、どうかなと思ってね。なんか今日見てた動画が、ほら、昨日フランス人の見てたから、それでさ、ショート動画かな、出てきて、でね、なんか日本はなんとかなのにあれがないみたいなね、動画だったんで、どういうことだろうと思ってさ、見たんだよね。そしたらその飲食店で食事して、でね、店員さんのサービスが良かったからと思って、フランス人でもそうかと思ってさ、チップないのって日本だけなのかなと思いつつさ、なんかチップを置いていくシーンがあるわけよね。で、店員さんがお客さんって言ってね、追いかけてって、忘れ物ですよって言って、そのチップをさ、お返ししようとするわけよね。で、いやいや、それチップですとかって言って、で、日本にはチップないんでっていうふうに言ってね、お返しするっていうシーンがあってさ、なるほどなと思って、日本でチップもらったことある人いるのかなと思って、今日はちょっとね、質問にしてみました。えーっと、大吉さん、はい、LINE でリアストップ。で、たまさん、G という字を、ゴルゴダの丘に貼り付けじゃ。そうそうそう。だから、貼り付けになったわけではないらしいんだよね。血は流したんだけど、その死んだってことにしないと収まらないっていうので、ね、死んだことにするために血は流したんだけど、貼り付けにはなってないらしいんだよね。天玉さん、大吉さん、特急、超特急ですね。ね、もう、見えないのかな、前が。そう、さっきワッキャイさんの動画さ、久々になんか出てきたんでさ、見たんだけどさ、相変わらず面白いなと思ってさ、なんか目悪いみたいなんだよね。で、メガネをかけずかな、コンタクトをせずかな、なんか裸眼で外出することに挑戦とか言って、そんなニュースになるからすげえなと思うんだけどさ、よくまとめるなって思うんだけど、で、裸眼で、外出して、で、エレベーターに乗って、でね、そのボタン付近に立っちゃったもんだから、自分がそのボタンね、押す係にね、任命された、就任しました、つって。で、なんだけれども、そのね、禁止、乱視禁止かな禁止なので、開けると閉めるの、文字がどっちも同じに見えるっつってね。で、もうね、人が乗らないのにずっと開けっぱなしだったとかさ。あとはね、だから次はね、閉めなきゃっていうので、乗りたい人がいるのに閉めちゃったとかさ。なんかそんなそんなネタでな、すげえなと思って、着眼点が、ネタの着眼点がすげえなと思ってね。さっきそんなのを見ておりました。というわけで、ストップの掛け声いただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。じゃあ、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの、ちあちゃん。何ですかなんかピンクの服に着てるように見えるんだけど、ピンクじゃないのかなこれってな。私にはピンクに見えるんだけどな。ピンク色に見える色毛かなね。桜の時期だからピンクの服着てみたみたいな。そんな感じかな。ね。だからピンク、そっか、次は母の日だったな。母の日グッズをなんか考えなきゃいけなかったんだな。ね
で、来年からはあれだね、桜ピンクを前もって準備しとかないと。あれだ、これなんだ、ソードのアポートカードだった。ページ、ソードのページだな。はい。ソード、ページ。あと、カラカラさんの動画もう一個ぐらい見た気がするんだけどな。だから大福前、見た前か。お花見か。お花見に行く動画を見たのかな。サンドイッチ作ってた、そういえば。はんぺんでサンドイッチ作ってたな、そういえばな。畳の上でな。畳の上でね、直に作ってたよね。そのくせ肉をね、揉む時には手袋するな。謎現象な。ソードのページ、聖地だな、今日はな。絵柄の意味、世界観。起伏の激しい荒地の上に紙を風になびかせながら、軽装のページが立っています。ソードを両手でしっかりと上に構え、いつでも切りつけられる体勢で周囲を警戒している様子が伺えます。雲が黙々と立ち込めていることから、視界は不安定なのかもしれません。ページの持つ可能性の大きさや多様性などから、空に描かれた鳥の数もソードの、人物絵の中で一番多くなってます。あなたは今必要な情報を集め、物事に柔軟に対応していく準備ができていますか？そうね、今難しいよね、情報がね。なんか、どれが正しくてとかっていうのが分かりづらいもんね。テーマ、冷静な洞察力、ページ、この辺長いからいいや。物語、ソードは剣、製鉄という文明の発展により生み出されたもの、人間の知性や進化を象徴、言語や文化といった意味、風のエレメント、情報言葉によるコミュニケーション、倫理的な思考や分析力の象徴、それらは使い方によって人を説得する武器、あるいは心を傷つけてしまう側面も持ち合わせています。実直で未熟な若者の象徴とも言えるページですが、ソードの持つ自発性や知性を得ることで、未熟ながらも研究熱心な男性であると言えそうです。ソードのページは左を向いていますが、身体は右を向いています。これは思考と行動が一致していないことを意味し、そのために緊張や警戒心が先に出てしまうことを表しています。一歩前へ踏み出したいものの、勇気が持てなかったり、方向性を絞りきれないなど、若さゆえの未熟さ。しかし未来への可能性はその分大きく多様性に満ちています。ソードの風の要素である冷静さと、他の要素である現実性をうまく活かしながら果敢に試練に立ち向かっていける人物です。はい。聖地全体。乗り越えなければならない試練に慎重に立ち向かっていくことを表します。失敗やトラブルを警戒しすぎず、自分にとってチャンスと感じられたら、全力でチャレンジしてみましょう。はい。もし失敗しても諦めずに試行錯誤を繰り返すことで、あなたの力になっていくでしょう。はい。自分に合わないと思えたなら、それに気づけただけでもあなたにとって良い経験に、そうですね。今は、好奇心旺盛な長所を生かして、いろいろなことに目を向けることが大切です。はい。本当の自分の気持ちが見えてくるまで続けてみましょう。思いもよらない道が開けたり、新しいあなたに出会えるかもしれません。そうだね。そうか。これのせいでぐーちゃん見えなくなっちゃったんだな。かわいいぐーちゃんが見えなかったんじゃないかな。こんな感じか。はい。恋愛、仕事、金運、人間関係。ウェイトの解釈。一番若く、ソードを両手にしっかり持っています。
構えるように剣を持ち上げていることから、いつでも切りつけられる姿勢で周囲を警戒している。でこぼこと隆起した激しい、土地や周りを取り巻くように立ち上る。雲は状況の不安定さを表し、行く手に待ち受けるトラブルなどを暗示している。ページは用心深く常にあちこちを見回しています。描かれたページの顔と体の向きが逆であることから、思考と行動が一致していない。正位置では任務が見張り役であることから、監視やスパイ、警戒、偵察などの、意味合いも含まれます。そのため入念なリサーチやプランに沿った行動、相手の出方を見たり、何かを探ることなども表しています。はい。なので、本日のタロットカードの意味調べるの会は、なんかな。情報を調べて、興味のあることは、どんどんね、そのままトライしてみましょう、みたいな、感じかな。はい。楽しんでいただけてたら、幸いでございます。暑いよ。暑いよ、ゆりたん。膝の上にいるけど、今日は暑いな。今日は暑いけどさ、ね、今日だけこんなにさ、暑いだけで、またな、別に普通に戻るんだもんな。かわいいな、ぐーちゃん。ぐーちゃんかわいいな。貼り付けじゃ。チャムリーさん、G の話が出たので話しますが。以前コメントした人懐っこい G が無事に冬を越しまして。今日めでたく復活しました。そうなんだね。それは、じゃあもうね、末永く仲良くね、暮らしていくことに、するしかないな。テンタンさん、チャムリーさん、足にじゃれついてくるじ。なあ、もうほんとな、それはお幸せにとしか言えない。末永くね、仲良く幸せでいてください、みたいな、そういうことでしょうかね。竹縄だった。ちゅうわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押して、スタチを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見ていていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。ね、じゃあそのじいちゃんにはね、リボンでもね、つけてあげたらいいんじゃないでしょうか。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい、いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、夢見てね。おやすみなさい。バイなら。